はい、こんにちは、ナオトです。宮崎です。どこにいんのこれ？焼き鳥の前。じゃあ、はい、久々の渋谷センター街。センター街の端かな？廃墟ナイスの。今日はまたカリスマ美容師訪問。拍手それ。拍手。これ拍手。はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。今日お伺いするのは、はい、こちら。ザビス東京です。はい、じゃあここ何かっていうと、エクステすごい有名な、結構インフルエンサーの人とかも来てるよね。有名だと思う。ね、そうインフルエンサーの人とかがすごい来てる、モデルさんとか女優さんとか来てるところなんで、今日はその技術っていうのを教わりに行きたいと思います。行くぞー。へい。なかなか渋いビルに入ってるね。渋いですかね。焼肉少年団。矢沢さんが釣りライト持ってます。重い。重い。開けたらお店です。開けたらお店です。じゃあドキドキしながら。こんにちは。どうも、長門です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。タクです。よろしくお願いします。お願いします。タクさんです。どうも、タクです。よろしくお願いします。お願いします。おお願いします。もうこのまま撮り始めちゃいましょう。いやー、ありがとうございます。今、モデルさん、カラー終わって、今からドライするんで。あ、了解です。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ついに大御所が。ああ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大御所が来ました。ついに。いや、お願いします。お願いします。じゃあ、ちょっと準備を。はい、ちょっと。乾かすところから。はい。はい、今日はそういうことでエクステンションの日本で一番うまいと言われる佐久間さんのところに勉強させてもらいに来ました。さてどうなるか。もうエクステンションっていう技術は僕実際昔ちょっとシールエクステ少しだけポイントでやったりとかはもちろんあったんですけど、言うても本当に素人に毛が生えたもので、本当にエクステンションっていうので女の子を変身させたりとか、やっぱりもう本当に気分を変えたりとか、そこまでできる人っていうのの技術っていうのを間近で見たいなと思って、今日は本当に楽しみにしてたんで、ここからやっていきましょう。じゃあ行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。タクです。よろしくお願いします。お願いします。佐久間さんと妹の美咲です。美咲です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ご兄弟でやられてる。あ、そうです。はい。はい。まだ一緒に働き始めてからは半年間ぐらいなんですけど、こいつはまだ美容師になりたてで、俺がこの会社にバックアップして入れ込んだっていう感じで、いつもこいつにって言っちゃダメか。こいつにって言い方が兄弟で。これエクステ来るときにヘルプしてもらったりして、いつもつけてる一番ヘルプついてる女の子なんで、お願いします。お願いします。エクステの神です。はい。じゃあ今日はモデルさんいただきましょう。半年。おお、すげえ。はい。じゃあ今日のモデルさんのお名前は？なおです。なおさん。お願いします。いいカラーで。カラーさっきした。そうですね。カラーさっきしたばっかですね。カラーの説明をするとすれば、ブリーチ履歴、毛先は3回からここは2回ぐらいで重ねてるんですけど、カラーは1色で入れ込んでて、ちょっとパープル味のあるベー系の色。ずっと毛先はブリーチしなくて、カラーの履歴の残留がずっと続いてるんで、髪の毛は全部ワンカップで留めてるんですけど、全然綺麗に。すごいめちゃめちゃ一色に綺麗になってます。めちゃくちゃ一色になります。ただやっぱ履歴が、ある分気持ちいい。動画で伝わるかわかんないんですけど、毛先の方がパープル味が強くなるんですね。気持ちいい。本当に気持ちなんですけど、でこの状態からエクステをつけていくんですけど、今回のモデルさんはもう一色なんで、ベースの色、気持ちこの毛先の色味に合わせてつけていこうかなって感じなんですけど、色を2色使うか1色で使うかちょっと迷ってて、これエクステなんですね。で結構エクステってすっげえ面白くて、これとこれって全然色違く見えるじゃないですか。意外とこのエクステの面白いところは、色全然なんかちょっと明るくねって思うんですけど、つけるとめっちゃ馴染むんですよね。そう、これがちょっと面白くて、割と先のベースにつけて馴染ませるんで、つけちゃうと結構馴染む。でこれでいくか、もうちょっと暗さを交えて馴染ませていくかでちょっといつも変えるんですけど、今回の場合はこの暗いのをいかずに明るいのだけでいこうかな。これでね、もう完璧です。毛先に向けてちょっと白っぽく黒さを出して、さらにグラデーションっぽさを出していく。すごいいいですね。伸びますね、一気に。そう伸びるんですよ、めっちゃ。ハイトーンのエクステは色の合わせ方が難しいっていうか、色の知識がすっげえ大切で、エクステって毛質が人の髪の毛と若干違う分、同じ薬を使って全く同じ色になるわけじゃないんですね。だから色の若干の誤差がどうしても生まれるんですけど、ただその誤差を地毛と合わせた時に誤差分をつけ方で綺麗になじませられるかなじませられないかがすっげえ大切で、そこに対して俺はめちゃくちゃ自信があるんで、それをちょっと今回やっていけたらいいかなと思います。お願いします。お願いします。でエクステの本数はこのモデルさんは比較的かなりなじませやすいですね。エクステでめっちゃなじめにくい髪質っていうのがあって、それがボブとかあとベリーショート
まあベリーショートだったりボブだったりカットラインあるじゃないですか。カットラインがもうバッツリ見えてる人とかだとすごく馴染みにくいんですよ。どんなにつけてもカットラインが出ちゃうから。だからエクステをつけるときはさっきちょっと透かせてもらったんですけど、気持ちこの毛先の普通の美容師さんって絶対にこう綺麗に切るじゃないですか。大体エクステの美容師って結構そこぼかすんで、ここ結構普通の美容師の人じゃ考えられないあれかなっていう、ここザクザクになんかさせるっていうの、そうそれがエクステの馴染みにつながってくるんで、このモデルさんはめちゃくちゃ髪の毛は髪型的にはすごい馴染ませやすいです。髪の長さ的に馴染ませやすいというよりも髪型がすごい馴染ませやすいです。毛先がすごいバラバラなんで馴染ませやすいようにかなりカットラインをぼかしてるんで、かなり馴染ませられるように今土台を作ってます。でこの髪型に対して、60から70ちょっと様子見てつけていこうかなっていう感じです。はい。で、顔周りとかまたつけ方ちょっとこだわりがあるんで、そこはちょっとつけながら後ほど説明していきます。よろしくお願いします。お願いします。よしやるぞ。よっしゃ気合い入れて。じゃあ、いてくれなおちゃん。で、エクステは、大体、ブロッキング的に1段で、大体耳の真ん中中心部から2段で、耳上の部分から3段で、そこから約そうだな、2センチずつぐらい上に上がって段を作ってつけていくかなっていう感じです。上の方が多くなる。エクステは人によるんですよ。でも上の方を多くした方が馴染ませやすいです。なんでかっていうと、究極的な話、この子もともと刈り上げしてたんですよ。でスキンフェードでやってて、ここもうほとんどもっと短かったんですけど、だからほとんどつけてなかったんですね。でも表面にいっぱいつけてたんですけど、表面につけるとやっぱ上からかわさるんでめっちゃ馴染むんですよ。そう下を多くつけてもここがすごいパカパカ開いちゃうんで、上の方をつけないで下つけすぎてもあんま良くないんですね。でもここつけすぎないとこの短い毛がすごい距離も出ちゃうから、ある程度つけなきゃいけないんですけど、本数の幅的には表面の方も多くなる形式ではあります。でまずは1段目から取っていきます。大体こんなもんかな、1段目は。で1段目はあと人によるんですよ。なおちゃん結構あれだよね、なんか上げたりするタイプだよね、髪の毛。そうで結構やっぱ髪の毛上げたりするタイプの子はエクステつけるときにここを持ち上げたときにエクステのシールが多少は見えちゃうんですけど、できる限り見えにくくしてあげた方がやっぱシール分で出てあんまり可愛いもんじゃないんで、そこをちょっと意識しながら上げたときにシール分が見えないかなっていうのを確認してちょっとつけていきます。取って貼り付ける、こんな感じです。もう一回いきます。エクステチップ取って大体エクステのパネルの薄さに対して毛が入った時にシール分がちょっとうっすら見えるぐらいでやってあげるとめちゃくちゃ取りにくい。でこのシールのつける位置にもこだわりがあって、大体エクステつける美容師さんって2センチぐらい開ける人が多いんですよ。なんでかっていうと、なんかつけてる時に痛いって思われるから。でもこれ離しすぎるとエクステの耐久性が悪くなるんですね。僕のエクステ結構耐久性いいってよく言われるんですけど、なんでかっていうとここが近いからです。かなり。でもこれ結構痛い人は痛いんですよ。でも意外と平気なんですね、近くても。今痛くない？これ大丈夫？痛くないんですよ。でしかもこれだったら上げた時に見えにくい。これはあと前の方が結構出てくるんで、その時また説明していきます。めっちゃ大切なんですよ。岩崎も痛くないって言って痛くないです。おお、よっしゃーやった。あとあれ髪の毛やりに来てくれるんです。そう、岩崎もお客さんです。TikTok で探してインスタで DM してそうですね。そう、いやめっちゃ嬉しかったですよ、あの時。あれマジ嬉しかったですよ。一般の人と一緒のようにこう予約ってどうしたらいいですかとか。なんなら俺ら茨城でセミナーしてて、でたくまさんの TikTok に DM するかどうかをすごい悩んでたんですよ。そんなセミナーの裏のところで「お前仕事してもらっていい?」って言ったんですけど美容師が美容師に行くってちょっとなんかね。でもいろんな美容師さんいらっしゃるんじゃないですか。いろんな皆さんいらっしゃるんですけど、なんかそのなんかエアーとか、なんかそっち系列の人たちって俺関わること一切ないんで、絶対に関わることないだろうなっていう人たちとやっぱ来たから、そうだからお店どこなんですかって言ったらなんかエアーの元のって言ってて独立した人って言って見せてもらったら永田さんだったんで、うわこの人はって見てますめっちゃ。いやだから結構カットの練習とか、なんかそのお店の練習っていうよりも、その後やっぱ終わった後に永田さんのカットの動画とか見て、こうやって切るとなんか
かレイヤーとか、そうレイヤーがね苦手なんで、そういやだからマジ今度本当恐れですマジで。マジで恐れです。そう恐れてんだよマジで。そう教え方めっちゃうまいっすよね。いやありがとうございます。そう俺教えるのめっちゃ苦手なんで。いやめっちゃすっごいわかりやすいです今のこのエクステーション今。さっきからずっと手触れてるんですよ。いい調子できてマジで。なあ全然こんなこと初めてだもんな。マジで。いや嬉しいですよ本当に。今日は勉強させてもらいますんで。いやよろしくお願いします。お願いします本当に。はい、これタイム測っといたらよかったな。よく考えたら。でもめっちゃ早いですよね。早いですね。もうこれぐらいのスピードじゃないと、だからこいつが渡すの遅れるともうやばい。そうもう焦りますね。そうそれやられるとやべえってなりますね。だんだん顔が険しくなってくる。私ミスはやっぱ命取り。いやーパーマヘルムとかっすよね。中さんとか多分岩崎さんとか俺ら完全にエクストラしたもんな。いやーそんなこと言ってる間にどんどん伸びていきますね。そうどんどん伸びていきます。エクステはスピードが命です本当に。めっちゃ速い。さあこんな感じでね。2色使ってる？今一色ですね。一色だけどちょっとだけハイライト入れ込んでます。まああんまり変わんないですけどね。そう気持ちちょっとだけハイライト。でこっから全部これ今何本だっけ？今24本です。24本。カウンターがある。いやカウンター命ですよ。カウンターないと何本つけたか忘れますもん。すごい。レトロなカウンター。いやさそんなあれですよ。そこにキー使ったら社長に怒られるんで。社長結構ケチなんでその辺。いやでも一番アナログでわかりやすいでしょ。はいそうですね。失敗しなそうだ。失敗しないですよ。このカチカチを押し忘れるともう鉄拳が食らってくるよな。そうやべ。そう確かに1本いくらの世界です。そうたまになんか今何本出て127。なんでどこで間違えたのお前127そんなにつけるかこの子にアホかてめえは。バックルーム。美容師あるあるじゃないですか多分バックルームは。はい、結構アシスタントあるあるですよね。怖いバックルームって言われたら何かが起こる。めっちゃ怖いですねあれ。ちょっと裏来てみたいな。でなんかすごいゲストでしたから出てくる。よーん。必然と周りのスタッフが出てくる。ああそうですね。さいやめっちゃしれっと出てくる。バックルームで楽しそうに会話してた人たちがやばくねなんかやばくねこの店だとでも響き渡っちゃうからそうですね。どうしたのってなっちゃう。ざわつく。俺がめっちゃプンプンしてる時こいつが後からドヨーンとしてる。もうこの時点で勝ちですね。もうほぼ勝ちですね。であとはまあこの表面結構大事なポイント。表面はねエクステつけるときは結構すっげえ大切でつむじの位置めちゃくちゃ大切なんですよ。だからつむじの位置人によって多分全然違うと思うんですけどこの子の場合まあ大体この辺にあるじゃないですかつむじが。でエクステを絶対つけちゃいけないポイントってのがあってつむじのある位置例えばこれを今同じようにこう全部頭の形丸みに合わせてエクステつけていってるんですけど同じようにつけていくとここにぶち当たるじゃないですか。でここにつけるとどうなるかっていうとめっちゃ見えるんですよ。ああ確かに。そうめっちゃ見えるんですよ。でエクステつける人はもう絶対にこれ気にしないといけなくてちょっと危ねえなって思ったらこう透かしてみてあげないとこうダッカールでそうダッカールとかでここなんかちょっと危ねえなみたいなこうつけたら危なくねって思ったらちょっとダッカールで透かしてあげると危ないポイントが見えるんですよね。ダークゾーンですここは、はい、ここにつけたらあいつなんかめっちゃついてねここにみたいなめっちゃ気まずい雰囲気ができるんでそこはちょっと省いてあげてつむじのところはもう絶対にダメ。そうここでギリギリですね本当に。でもそこも見えてないですもん。そうギリギリだからここももうこれ以上はいけないです。あとはもうここから行くことになる。だからここからブロッキングの仕方は変えます。こだわりですよ。だって毎日つけてるもん。毎日つけてますよね。毎日もうすっごい量つけてたんですよ。数えるのが大変ですもん。売り上げの時のあれ数える時人数はい386みたいな。やばい時だと1000も超えますからね。1000本エクステ1000も超えるってもうアホすぎますよね。このねポイントにだんだんエクステが馴染む。表面はとりあえずこんなもんかな。であとこっち側ですね。ここもこのつむじの位置を届けてあげてだからマニュアル通りにいかないですね。こういう風につけてくださいって言われてマニュアル通りにやっぱいけないですね。本当に人によって全然つけ方違うしエクステの合わせなんてマジで大変ですからね。なあ大変ですね。エクステの色合わせなんてもうマジで本当大変ですね。めっちゃ大変ですね。慣れてないとマジで無理ですね。エクステつけてなことない人が初めてつけるってなったらもう本当すごい大変だと思います。色めっちゃ合いますね。そうめっちゃ合うんですよ。ちょっとグラレっぽくなるぐらいの方がハイトはマジで馴染みます。そう
おおおこっから前行きます。よっしゃー、前行きますで、前はこだわりのポイントがあって、大体女の子ってなんか仕事中だったり、特に夜職やってることだと結構縛るよね、めっちゃ。で、なんかこういう風にエクステはなんか下に結んでくれると一番やっぱこう行くよりもこういう方がエクステって見えないんですよ、下に下ろすが。でもやっぱ夜職とかやってることがあって、こういう風に上げてなんかデザインする子が多いんで、こう上げた時に見えないようにつけていきたいんですね。だからこの顔周りのポイントもこの大体このフェイスラインのこのぐらいの角度ですね、これぐらいはね外してあげないと結構見えちゃいます。でも外しすぎるとこの分余計に出てくるわけだから、つけた時にすごいここだけ目立っちゃうんで、ここはちょっとうまくやっていきます。顔周りも結構大変ですね。エクステ、あと女の子つけててここ痛えなって思いやすいポイントがあって、ここはね一番痛くなりやすいです。ここのポイントはなんで痛くなりやすいかというと、なんか一番細いからですが、ここはね一番なんか痛ってなりやすい。だからここは特にちょっとここだけ気持ちちょっと離してあげます。他のところよりも若干痛くなりやすいんで、ここはちょっとだけ根元から離はい確かに離れましたね。ちょっと離します。ここはここだけですね。でもここからはちょっと普通にこの顔周り目の1本目、ここはねちょっと外します。痛いんですよここ。俺忘れたことないから分かんないけどそう俺は分かんないですよ。俺は分かんないですよ。でもねめっちゃ言われたんですよ、いろんな人に。痛い、ここ痛い、そうここ痛いって言われたんで、そこは痛いんだと思って。真意は分かんないです。真意は分かんないけどなんかめっちゃ言われました。みんな言うからそう本当かどうか分かんないけど、みんな言うから。でここも、気持ちちょっと顔周りは外し気味に外し気味っていうか、ちょっとここよりも気持ちちょっと後ろに言って上げた時に隠れるように、隠れやすいようにちょっとつけてます。多少やっぱちょっと出てきちゃうんですけどね、どうしても。比較的やっぱ隠れにくいようにしてあげないと。あとやっぱなんだろうな、なんかそこ隠れにくくてつけるからねとか、そういうことを絶対にかけるようにします、女の子に。やっぱなんか女の子ってなんか思ってくれるって思うとめっちゃ嬉しいじゃないですか。そうだからちゃんと見えにくくするねみたいな感じのことは定期的に言うようにします。女の子喜ぶんで、そういうのなあ。はい。喜びます。兄弟のコンビネーション最強じゃないですか。最強ですか。こいつはね、本当営業中でポンコツすぎて本当動きがなんで。そうなんですよ。何回こいつにぶち切れたことがあって。愛ですねでも。後輩めっちゃびっくりするもんな。めっちゃびっくりしますね。俺後輩に怒んないんですよ、あんまり。なんかトヨさんの優しい感じだけど、妹さんにだけなんか。そう。なんかみんなびっくりしちゃうんですよね。いや愛ですよそれ。後輩がめっちゃ。この間ここでめっちゃビクってなって、すごい怯えてる子が。ごめんなさい。そうなんか目合わせようとしなかったんで。そうその辺でなんか消えてった。消えてきました。消えてきました。で顔周りのこの正面のところ、ここもちょっとこだわりのポイントで、この子の場合前髪下ろすこともあるんで、このフェイスラインの前髪を下ろした時に使う毛、遅れ毛のね、この辺とかは基本ノータッチで1回つけていきます。この辺は結構巻いて遅れ毛とかで使う子が多いんで、この辺とかはちょっとノータッチでつけていきます。でもこの子は本当に馴染みますね、髪の毛めちゃくちゃ。全然馴染んでます。馴染みやすい人とやっぱ馴染みにくい人もちょっといて、やっぱ毛量がなんか爆発しちゃってる人とか、そういう人とかはやっぱすごい馴染みにくいですね。あと髪の毛太い人もちょっと馴染みにくい。そう毛が細かったり柔らかい人の方が比較的エクストラ馴染みやすいです。そうダッカールの使い方がめっちゃ気持ちいいですね。本当ですか。ダッカールの使い方ですか。ダッカールの使い方褒められたの今までで初めてです。ダッカールの使い方気持ちいいですか。ダッカールの使い方多分逆サイドぐらいで皆さん注目してると思います。本当ですか。ダッカールこんなもんですね。ごめん、この辺とかは結構巻いた時とかにこういう風に使っちゃう子が多いし、ストレートでもちょっと横にやってあげれば全然馴染むんで、エクストラ本当つければいいってわけじゃなくて、つけるべきポイントにつけることがすっごい大切で、この子の場合だと多分あんまり必要ないかなっていう感じ。一回これで置いておきます。いやなんか楽しくなってきたなめっちゃ。結構楽しいですね。楽しいですね。なんかこういう風に説明するのって結構楽しい。なんかすげえ自信につながる。やっぱすごいな。後輩に見せてあげたいなこれ。めっちゃ自慢するわ明日。俺さー。いやもう勝ちですよ。目つぶっても気づくこの終わりがな。これめちゃめちゃ早いですね。いやそうですね、かなり超ゆっくりやってるんですけど、いつもは本当もう10分ぐらいで。もうそんぐらいの勢いでやんないともう、そう相当早い。みんなもうあわあわするもんね。そうもう10分ぐらいでつけないともう本当お客さんに迷惑じゃんね。そうですね、手に早くなるよな本当にもう毎日つけてれば。はいもう体がもうこの形を身につけちゃってるんで。そう56です。もう冬ですね。すごいっす。なおちゃんてかやっぱこのぐらいのあんのがいいね。
長さ。うん、長さっていうか色とかもさ、うん。めっちゃいいね。完璧だわ。めっちゃいい感じですね。で、あとは最終チェックですね。ちょっと振ってあげたりして、様子のとこないかなっていうのをちょっと確認してあげて、気になるところとかある？この辺つけたいとか。こうっていう風に言われたところにつけていきます。あとは、そうつけるか。このお土産。じゃあ、ちょっとこの辺最後攻めるか。この辺だよね。この辺の剣。なるほど。そういうのもあるんですね。そういうのがあるんですよね。おーし。よいしょ。どうだい？うん。全然大丈夫。で、あとそっち側も。ただ、ここの、この部分だね。オッケー。そう。その子によってやっぱ気になるポイントも、そう、あるんですよ。なるほど。そこは、一本つけただけで変わります。変わりましたね。変わるんです。一本つけただけで。ここはだから、ちょっと上げるために、ちょっと余裕残したところなんだけど、気になるから、じゃあそこをつけようねっていう。まあ、1本400円ぐらいの違いなんで、まあ、気になるんだったらつけた方が絶対にいいに決まってるんで、そう結構エクストラそういうのもありますね。そう、気になるポイントがやっぱ出てくるんで、だから必ず今日にします。最後。どうですか？そう。おーし。完璧です。変わりましたね、白。やばいっすよね。うん。お全然大丈夫。オッケめっちゃいい感じ。ー。めっちゃいいですよね。すげえ。馴染むんですね。まあ、馴染みますよ。めちゃくちゃ。で、まあ、顔周りの遅れ毛、ここの遅れ毛はちょっと残して、巻いた時とかに、そこはそこでちょっと活用してあげる。こことかをつけない理由は、単純にまず見えちゃうっていうのと、あとはまあ、ここを全部まっすぐに下ろしすぎると、まあ、これも好みがあるんですけど、例えば、こういう今の、なおちゃんみたいに、これ気になるって言って足してはいけるんですけど、まあ、ここも同じで、ここが気になるって子もたまにいるんで、そういう時はつけたりしてるんですけど、まあ、基本はつけないです、ここは。そうあと、使い勝手が結構できなくなる。そうそれこそ上げたりもできなくなるし、あと、これ前髪下ろした時に、ここが邪魔になってめっちゃ見えちゃうとか、そういうリスクが生まれるんで、基本的にそこはつけることはあんまないですね。人によります、そこは。で、今何本だっけ63本です。63本です。最初に言った通りの。はい、まあ、60から70の間、で俺はなんかその本数が結構70本60本ってなることが少ないんですよ。なんでかっていうとこういうことが起きるから60本でお願いしますとか70本でお願いしますってなって70つけたらもうそこで止めちゃったらこういうアドリブが効かないじゃないですか。そう別に63本でつけようが60本でつけようがそのぴったりがいいってお客さんってなかなかいないっていうか、そうだからそういうふうに臨機対応できるためにだいたい60から70の間くらいかなとか50本でいくねとか60本でいくよねとかそういう言い方はしないようにします。だいたい50から60でいくねとか70から80ぐらいかなとかでこういうふうに足して、俺がいけるじゃんって思ったポイントで止めちゃってじゃあこれでいいねって言っちゃうとお客さんとかがやっぱここ欲しいなってなった時にアドリブが効かなくなるんで、そうちゃんとそのぐらいの本数でやった時に自分でいいなって思ったところでまず一回止めてで見せてみて気になるんだったらそこ足してってやっていくとコストも抑えられるし、そう俺の自己満でやっぱ全部終わらせちゃうといらないところについてるよくあるんですよ。エクストつけたりしていらないところについたとかなんか謎に量が多いとかそれでも美容師の自己満あとはまあ単価アップか、そうになっちゃうんですけど俺は基本的にはもう絶対にできる限りやっぱ少ない本数で終わらせたいんでこれできるかなってところで一回止めて欲しいねってところに足していく。こだわりです。さすがですね。こだわりです。俺に任せたら一番少なくできますすごいですあと最後っていうかそのエクステのさっきちょっとつけてる時に言い忘れちゃったんですけど、大体エクステは、つける時になんとなく感じで分かると思うんですけど年賀状、例えばこう4本でつけてるじゃないですか。でそしたらこの上の部分をここと同じ位置につけたら馴染まらないじゃないですか。だから単純にこう4本でつけたらレンガ状にこの下についてるところのここぐらいでその間を埋めていく。でその次の段もここの隙間につける。レンガ状にボリュームが重ならないように。そうです。一箇所にボリュームが重ならないようにレンガ状につけてます。いやーめちゃくちゃかわいい。であとはまあお客さんによっては長さ調整したり髪型調整もエクステつけた状態ですることができます。まあこの子の場合は基本的にできる限り眺めがいいよね。そうできる限り眺めがいいんでまあちょっと毛先を整えるぐらいで最後締めてる。黒さなんで今の会話してさ黒さが出てこない。こういうとこなんですよこいつマジでいつもマジでいつもそうなんですよ。多分120%使われるところですよ。そう絶対そうなんすかって言って。なんすかって
これはもう本当感じですね。ちょっと毛先整えぐらいなんで、まああんま言うことないんですけど、まあエクステって全部同じ長さについてるから、まあ、単純に上に行くにつれてやっぱレイヤー状になるじゃないですか。そう全部同じ長さについてるから上がやっぱ一番短くなるから、だからたまにボリューム毛先に出したい人とかは毛先に対して薄くなってる一番長いところを切ったりするし、でも今回のモデルさんの場合はそんなに長さを変えたくないんで、まあ本当ちょこっとだけ出たところをちょっとだけ切ります。エクステ面白いですよね。結構エクステと関係持たないですもんね。もう俺は持たないですね。もう本当ぜひ僕は長戸さんのカットとか宿毛とかを本当に見てみたいです。いや本当に見てみたい。はい。宿毛矯正とカットできてますから宿毛矯正なんて俺らマジでやんないんですよ。宿毛矯正は敵ですもんね。多分どっちかというと。ああ確かにその宿毛美容師とブリーチ美容師って結構多分敵対ですもんね。そう結構多分敵対なんで、宿毛美容師はやっぱブリーチをおすすめしないし、でもブリーチ美容師は宿毛をおすすめしないんで、ブリーチをやめた方がいいよ。やめた方がいいよ。そうですね。俺魔法ですね。魔法ですよね。はい女の子めっちゃ可愛くなっちゃうんですよ。すごい。やっぱエクステはね、結構テンション上がりますよ。エクステはっていうか、カットとかもそうだと思うんですけど、その、初めてやるものっていうか、そう、エクステはやっぱ初めてやる人が多いんで、やっぱすごいテンションが上がる。エクステつけたって、最後ちょっと、外れにくくしていきます。熱を加えて。おお、あ、なるほど。そうです。うちは、しっかりと、最後、熱を加えて、何度があるんですか？これは、210度ですね。本当に一瞬だけ。一瞬だけ。はい。これ当てすぎると髪の毛壊しちゃうんで、そう。あくまでまあエクステを本当外れにくくする、粘着力を強くするためのあれなんで、まあ営業的には210度ですね。営業のスピード的に160度とか一歩一歩こうやってもいいんですけど、そうするともうめっちゃ時間かかっちゃうんで、210度でしっかりパシッと、やっちゃった方が。はい、エクステを外れにくく。これはチェンジペンチでやる人なのは、僕が前働いたところはペンチでやってました。で、よく痛いって言われてました。よく言われてました。よっしゃー。最後多分サラサラな状態を思いっきり多分見せて。アイロンはこだわりある？なんかどこの？あ、これですか。お恥ずかしながらあまりないんですよね。ただこれを使ってる理由としては、多分これ知ってます？プレビア知らないですね。知らないですよね。はこれはね、あれなんですよ。なんかあんま道具に力入れられないんですよ、うちの会社。そうシビアそう結構シビアなんですよ。だから道具に使った入れてる美容室とかめっちゃ羨ましいなと思いますね。もうすぐ買いますよ。いや俺ドライヤーなんてマジどれなんなんこれって感じ。そうこの細いであるドライヤーマジこいつなんなんマジで。そうだからよく言われるんですよ。アイロンとかこだわりあるんですか。あ、コテはだからやっぱクレイツですよね。これはまあその質問が一番照れるですよね。コテですか。まあそれっぽいことは言うようにしてるんですけど、ちょっと本職の人の相手だとちょっと通用しねえなと。ちょっと通用しねえんだよなと。巻くときは僕基本的にツヤラシ使ってるよ、島さんと。はい、髪の毛守ってくれるね、ツヤラシ。これ使うともう完璧ですよ。おーし光がだいぶ。はい、ということで、完成まあ、本数は63本エクステはついてて、まあ、表面結構ギリギリですね。最終的にちょっと表面の馴染みが気になるってことだったんで、かなりギリギリまで攻めました。でも見えてないです。この辺結構こだわりのポイントもう全然わからんです。このエクステ勉強になります。いやーめちゃくちゃ熱いですね。めちゃくちゃ熱いです。で表面まあさっきと同じになるんですけど、表面も皮周りの毛はあえてちょっと外して、ここはストレートでも別に変ではないし、巻いた時にもさらに活かせる。でこっちのポイントもめちゃくちゃ可愛いですね。いい感じです。気持ちいい毛先の方がちょっと明るめにつけてるんで、若干グラデーションよりで、しかもこのエクステ染めてあるエクステなんで、エクステつけてつけてるお客さんとかでやっぱ一番なんか悩みうわーってなりやすいのが、地毛が色落ちして金髪になってエクステはなんか色が残るみたいなこれなんですけど、このエクステは一緒に染めてるやつなんで色落ちも馴染みます。おお、一緒に。そうなんですよ。一緒に色するんですよこれ。なるほど。そうすごいですよね。これ結構ねなかなかないですよ。これ結構推しです。ここは本当に知ってほしい。はいはい。ではストレートバージョンがこんな感じで、はい完璧です。バッチリです。じゃあオッケー。じゃあこれでちょっと巻いていきますね。フィナーレ。
よっしゃー。エクステ巻く時のコツは地毛を一緒に巻き込まないこと。地毛を一緒に巻き込もうとすると、この子がもうちょっとこれぐらいある子だったらまあ一緒に巻き込んじゃうんですけど、こういう風に地毛の差がすごいある子はこう無理に巻こうとするとすごい巻き込んじゃうんで、なんかマダムっていうかなんつうんだろう、マダムって表現やめたいな、なんだろう、そういつもちょっとそういう言い方しちゃうんで、そうなんだろう、ゴワってなりやすいんで、そうそれにならないために巻きはちょっと地毛よりも気持ち下ら辺で巻いていきます。で今回は全部オールスト巻きで巻いていきます。今はオールスト巻きが一番女の子に喜ばれるから。で、まあ、こういう表面の毛はちょっと置いてあげて、下の毛でここもね、この表面の毛とか変に巻いちゃうと浮いちゃうんで、そこも巻かずに置いてあげると馴染みやすいです。巻きももうほんと普段は5分ぐらいで巻いちゃいますね。ババッとババッと。早いですよね、本当。全体早いですよね。そうなんですよね。1時間半経ってないです。てか1時間ぐらいですか。おお、確かにそうですね。普段でもカラーとエクステで2時間くらいだね。最初の頃もっと遅かったよね、でも。最初の頃結構もっと遅かったんだけどね。長くて4時間。そうだね。そう、なんか最近めっちゃ早くなったよね。匠のゾーンに。いやー、匠のゾーンっすよ、もう。マジで匠のゾーンっすよ。で、まあ、顔周りの毛、さっきの毛ですね、こいつらはバゲット取ってあげて巻いてあげます。で、もみあげの部分もどうしてもやっぱここ出やすいんで、ここを巻き込んであげる。で、全部崩した時に綺麗に馴染むという作戦ですね。あれ、いつものスタイリング剤。いやー、すごいね、本当に。いや、すごいっすよね。かわいい。マジで。すごいっすよね。ありました。前髪が乱れてしまう。で、まあ、表面の毛は最後にちょっとエクステと馴染むように気持ちちょっとだけ巻いてあげます。そんぐらいの巻きでいいですね。表面は人によります。めっちゃギャルなことだともっと巻きます。もうめっちゃギャンギャンにしてって言われて、なんか26ミリとかでもうすっごいギャンギャンにしてって言われたら巻きます。捨てじゃないところの馴染み、それで一気に良くなりそうですね。そうですね。ここで、まあ、ここだから別に巻いても巻かないもぶっちゃけどっちでもいいです。ここは巻かない人は巻かないです。韓国っぽい感じのが好きな人とかだと巻かないです。よし、このオイルが一番好きです、僕は。あとエクステは根元にはオイルつけれないんですよ。毛先にだけ。油分との相性が悪いんで。シールが取りやすくなる。そうです。よっしゃー。で、めちゃくちゃいやー、綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。めちゃくちゃ可愛いです。馴染みがよく見るやつだ。よく見るやつですね。よく見るやつですね。すごい。バッチリした。おいいっすね。で、正面から。あと俺、正面から動画撮るとき多いんで、だいたいフィニッシングはもう正面で決めちゃいますね。おー、いいね。よし。OK かな。よし。ドン。おー、すごい。完璧です。いい感じですね。エクステも一緒に馴染むように。めちゃくちゃ。どうですか？完璧だ。完璧ですね。ありがとうございます。その時に。いやー、こちらこいやー、すごいですね。そ。はい。触っていいですか？あ、全然、はい、触ってください。いや、もうちゃんと髪の毛ですもんね。はい、めちゃくちゃちゃんと髪の毛です。しかも全然、なんかすごい俺素人みたいなこと言ってる。髪の毛ですもんね。いや、でもすごい、手口通しても全然わからない。はあ、勉強になりました。あいやー、りがとうございました。俺も初めてこういう風に、はい、開始しながらできてめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。今日はもう貴重な技術にさせてもらって。いやー、こちらこそ貴重なやつもらって楽しかったです。いやー、めっちゃ楽しかったですよ。マジで。こんなの初めてやったから、はい。緊張したけどすっげえ楽しかったです。よかった。はい。いやー、マジで。いやでも2人の掛け合いも超面白い。本当やばかったですね。よく俺らもなんか言われるんですけど、なんかそれとは違うもう血縁関係のある。まあ、血つながってますからね。はい。一応血つながってるんで。めちゃくちゃやばかったです。いやー、今後のたくまさんの YouTube チャンネル爆伸びすると思うんで、あはい、うちの概要欄から皆さんチャンネル登録はいはい、よろしくお願いします。概要欄貼ってもらって概要欄貼ってもらうんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで今日は終わりたいと思います。はいはい、本当貴重な時間ありがとうございまいや、した。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあこんな感じで、また僕もいろんな両腕の美容師さんの技術っていうのを学びに行きたいかなと思って、あと時折こういう動画も挟みながら行きたいと思うんで、僕のチャンネルもよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。